はい、どうもこんにちは。今回作るのはこちら。ホログラムエフェクトの作り方です。結構前にスマホホログラムの作り方っていうのを解説したんですけれども、それがですね、公開と同時にかなり大反響をいただきまして、もう9万再生近く再生をされていて、みんなホログラム好きなんだなと思ったんで、今回はね、新たなホログラムエフェクトの作り方を解説しようと思います。前回のスマホホログラムはどっちかっていうと、実写の中にどういう風にこうトラッキングさせて、デバイスみたいな感じしていくかっていうのがメインだったんですけども、今回は自分が撮った実写の素材をそのエフェクトを全部適用するだけで、何でもホログラム化することができるように今回は作りました。で今回試しに金魚の素材を使ってやってみたんですけども、金魚の素材でもいけるし、グリーンバックとかで撮った人間の素材でもいけるし、あと最終的にレイヤー効果のスクリーンで合成するんで、グリーンバックがない場合は黒バックとかでね撮影していただいた素材であれば問題なく合成することができるんで、そんな感じで皆さんの素材を準備していただいて、今回作るねエフェクトを適用していただければなと思います。本当はこのね金魚の素材皆さんに僕が撮影して提供したかったんですけど、なかなかねこう背景が透明な金魚の素材ってなくてですね、僕自身もどうしようかな、自分で金魚買って撮影しようかなって思ったんですけど、さすがにちょっとね金魚がかわいそうだなと思ったんで、今回はねとあるサイトから購入して使用しました。で概要欄の方にその購入先の方リンクしてますんで、もしね同じ金魚の素材使ってみたいって方はそちらから購入してみてください。確か10ドルぐらいで購入できたんで、ちょっと高いか安いか、勉強代としてはね安い方だとは思うんで、もしね買って作ってみたいって方はその金魚の素材買ってやってみてください。でちなみに今回のこのホログラムエフェクト、先ほども言った通りどんな素材にこのエフェクトを入れても作ることができるんで、そのテンプレートさえ作ってしまえばその中にね動画素材をポイと入れるだけでどんどん何でもホログラムにできてしまうんで、今回はねそのテンプレート化したプロジェクトファイルを僕がね最近始めたダスト村っていう月額1000円で僕が YouTube で紹介したプロジェクトファイルを配布してるサービスがあるんですけど、そちらで公開してるんで、もしね自分でめんどくせえから作りたくないよって方はそちらからダウンロードしてみてください。結構アフターエフェクツやってる人にとってはこういうものをやりたい方多いんじゃないかなと思います。でまたスマホホログラムの作り方をこの間紹介して、今回このホログラムエフェクトの作り方紹介したじゃないですか。徐々にそのホログラムの作り方いろいろ紹介して、最後にですねブレードランナーの街並みの中にいろんなホログラムを合成して作るみたいなチュートリアルを上げていこうと思いますんで、それまでの序章ということで今回はそのホログラムエフェクトの作り方を把握していただければなと思いますので、早速いってみましょう。はい、今回作るのはこちらになります。こんな感じですね。おしゃれですよね。ホログラム金魚。ちなみに冒頭でも言ったんですけれども、こちらのムービー、後から、この動画の方を差し替えていただければ、他のものでも作ることができるんで、この1個ね、ホログラムテンプレートさえ作っておけば、他の動画にね、差し替えてもこんな感じのエフェクトが同様に適用されるんで、他の動画でも使えると思っておいてください。というわけでね、早速作っていきましょう。はい、じゃあ実際作っていきます。じゃあまず Ctrl+N、Mac の方は Command+N でコンポジション設定を開きます。で、プリセットをいつもと一緒の HDTV の108029997だっけ？ちょっと待ってね。撮ったのが、すいません。23.976 で撮ってたんで、これにします。で、デュレーションを6秒。名前を、じゃあホログラムとしておきます。これは撮った素材に合わせてやってください。よいしょ。で、ここに撮影した背景素材を一旦配置して、適当に。
良さげなサイズ感にしておきます。感じかな。ほい、こんな感じにしておいて、よいしょ。そんで3D カメラトラッカーを入れるんですけど、普通のこれ 4K の素材で撮ってて、コンポジションが、フル HD なんですけど、コンポジションの中に同じサイズを置かないと 3D カメラトラッカーがバグっちゃうんで、別の解像度の素材を置くときはプリコンポーズします。右クリックでプリコンポーズして、下の全ての属性を新規コンポジションに移動にして、名前はムービーとかにしておきましょうか。そうすると分かりますかね、ぴっちりこんな感じになります。でここにエフェクトの 3D カメラトラッカーを入れます。 3D これですね、 3D カメラトラッカー、これをここに放り込みます。そうすると計算が始まるんで一旦待ちます。はい、カメラが解析されたらこの 3D カメラトラッカーの図を選択するとこんな感じでバッテン印がいっぱい出てきます。でこの中で取得したい、だいたいその Z 軸が一致しているところを、持ってきたいんで、この辺かな、この辺にこの Z 軸上に金魚が出てきたら可愛いかなと思うんで、ここで、右クリックをして塗るとカメラを作成をします。そうするとここに、塗るオブジェクトができて、この解析されたカメラができたと。であとはここに合成する金魚のを作っていくだけなんですけど、いや今回ねこの金魚の動画皆さんに本当は配布したかったんですけど、なかなかこういうね魚の透明の画像って作れなくて、本当自分でこの辺撮れたら皆さんに全然配布したんですけど、ちょっと難しかったんで今回これ購入してます。今回使うエフェクトはどんな動画でもそのエフェクトを載せれば、そのホログラムっぽくなるんで、そんな感じでやっていただければなと思います。じゃあこれを適当に配置して右クリックのプリコンポーズで、じゃあ名前をフィッシュホロとしておきますね。で中に潜って、こういう動画ですね。金魚くんがパクパクしてる。いや今度グリーンバックでいろいろ魚撮ろうかな。なんかこういうホログラム系ってやっぱり魚類がかっこいいですよね。はい。でここにコントロールオルト Y、 Mac の方はコマンドオプション Y で調整レイヤーを作ります。で調整レイヤーを作ったらここに、モザイクエフェクトのモザイクをこれですね、このモザイクっていうエフェクトを調整レイヤーにシェイト入れます。でこれ文字通りモザイクにするエフェクトなんですけど、調整レイヤーの名前もモザイクとしておきましょうか。でこの水平のブロックをグググッと開けていって、どのぐらいがいいかな、ちょっと見ながらやっていきましょうか。100の要はなんかデジタルボケみたいなのが作りたいんですよね。こんな感じの縦横のピクセル比みたいな、はいはい、こんな感じですかね。500、500にしました。よいしょ。でこの上にもう一個調整レイヤーを作ります。コントロールオルト Y で調整レイヤーを作って、ここにブラインドを入れます。ブラインド、これですね、ブラインド、これを調整レイヤーに適用します。で調整レイヤーの名前はブラインドにしておきます。で
このブラインドの変換終了の数値を上げるとこんな感じで、要はブラインド上にトランジションするエフェクトなんですけど、これをそうだな 10% ぐらい入れて方向を90で横にします。でこの幅の数値を5ぐらいかな、5ぐらいにしておくと、こんな感じで全部に横ラインがつきました。でこうすることでなんかよりモニター、なんていうんですかね、デジタル感が出るという感じになります。で、この上にコントロールオルト Y でまた調整レイヤーを作って、なんかこうデジタル系のものってフリッカーって言って、画面のこう点滅みたいなのを入れるとそれっぽくなるんですけど、ここにエフェクトの、露光を入れます。この露光ですね。でこの露光量ってやつがあるんですけど、これをここに適用して、なんか昔露出だった気がするんだけどな。ここの露光量のこれ何なのかっていうと、露出上げると単純にこうカメラの露光量が上がった感じの表現になります。でこれを使って要はこうチラチラ点滅させたいんで、このエフェクトの露光量のマスターの中にある露出、これを折るとき Mac の方はオプションキーを押しながらクリックして、このエクスプレッションパネルを開いて、ここに、ウィグル 0.2 カンマ違ういいのか違うウィグル30カンマ 0.4 ぐらいかなと打ちます。そうするとこんな感じで分かりますかね。ちょっとこう点滅してるのピピピピッと。これ何なのかっていうと、30フレームの30フレーム、要は1フレームに1回 0.4 の数値で、この中がランダムに移動しますよっていう感じなんで、ここの数値見ていただくと分かると思うんですけど、こんな感じでですね 0.4 の間で毎回何かしらで数値が変わっていきます。ちょっとこんな感じでビジ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 みたいな感じで点滅します。はい。でもう一個コントロールと Y で調整レイヤー作って、一度ここにシャープこれですね、シャープっていうエフェクトがあるんですけど、これを適用します。でちょっとモザイクのやつでぼやけちゃったんで、これで一旦20ぐらいにしてこう絵を引き締めます。よりデジタルっぽくなるんで。はい。でここまで来たら、グローを入れます。グローね、間違えた。もう一個調整レイヤー作りましょう。コントロールと Y でグロー。一応これレイヤー名全部その入れたエフェクトにしてます。で今回全部調整レイヤー分けて入れてるんですけど、なんか後々細かい部分を調整しようってなった時にその方がやりやすいんで単純にそうしてます。でグローの敷地を上げすぎるとガチャガチャになっちゃうから、この赤い部分だけがぼんやり光れば今回 OK なので、このね標準のグローがあんまり好きじゃないんですよね。最近出たレッドジャイアン
ト社が出したオプティカルグローっていうのがあるんですけど、これがかなり美しくてですね、ちょっと紹介しますね。このオプティカルグローっていうのがあるんですけど、これ入れるとね、結構刺激で量を調整するだけですごい綺麗なグローになるんですよ。ただまあこれだとなんかね、こんな感じになるんで、本来はこのオプティカルグローの感じが出ればいいなと思うんですけど、あれなのかな。まあいいや、とりあえずこんな感じにしておきます。でもう一個コントロールと I で調整レイヤー作って、上にトライトーンを入れます。よいしょ、トライトーン、これですね、トライトーン。これを入れて、このミッドトーンの色をなんか濃い青とかにしときます。こんな感じ。これグローの下の方がいいのかな。いや、いいか。はい。で最後にコントロールと Y でもう一個調整レイヤー作って、名前をノイズとしときます。でノイズとたら、これですね、ノイズ、これを適用します。でノイズの量は 5% ぐらいでいいかな。はい。でこうしていくと、なんていうんですかね、こうデジタル感がすごい増していい感じになるという感じですね。でさらにもうちょっとこうなんかデジタルっぽさを追加していくのに、コントロールと Y で調整レイヤーを作って、名前を TD としておきますね。でエフェクトのタービュレントディスプレイスを入れます。タービュレント、これタービュレントディスプレイスを入れます。でこれはまあぐにゃぐにゃにするやつなんですけど、この変形のところを水平方向に変えて、量をたくさん、500ぐらいにしますか。でサイズをちょっと減らして、あ、いいね、2ぐらいかな。で量をもうちょっと増やしたいね。を600にします。そうするとなんかこうデジタルノイズみたいな感じになるんですけど、1個コントロール Y で平面レイヤーを作ります。見えやすいようにちょっと色は白で、今コントロール Y で作りました。 Mac の方はコマンド Y です。で、これでサイズをこうキュッとちっちゃくして、なもんかな。でこの平面を右クリックしてプリコンポーズします。で名前をマットとしておきますね。こんな感じ。ほい。でこのマットの中に入って、これを、P で位置を表示させて、この位置を右クリックで次元に分割します。そうすると X と Y が分割されました。で Y の方にオプション、オルトキー、Mac の方はオプションキーを押しながらクリックをして、この下に、Wiggle のどんぐらいかな、1の1500とかにします。どうだろう。悪くない気がする。でこれを選択してコントロール D、 Mac の方はコマンド D で2個にしておきます。お、いいね、いいね。はいはい。でこれをこのさっきの
タービュレントディスプレイスのトラックマットで、これをアルファマットにします。そうすると今のやつがこう白い棒がビーッとね、ちょっと見えるようにしますね。これが通るところだけさっきのこのデジタルノイズが入るようになりました。で見てみるとちょっと重いんですが、こうわかります？こうビビ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 ッとビビビビビってなる感じ。おしゃれでしょ。はい、こんな感じかな。これで一旦 OK にします。で、ホログラムの方に戻って、この合成モードをスクリーンにします。そんでこの親子付けでこれをフィッシュホロー塗る位置をトラックを親子付けして、フィッシュホローを 3D スイッチオンにします。そうするとえらいちっちゃくなったんですけど、これのスケールをググッと大きくしちゃって、で今、若干この下の底面と回転軸がちょっと合ってないんで、R で回転を開いて、この Z 軸の数値をちょっと調整して 1.5 ぐらいかな。要はこの下のこのラインと合わせておきます。ほい。これで再生すると、ちょっと重いんで待ちますね、一回。ほい。再生するとこんな感じです。いい感じにね、カメラがトラックされて、こうその空間にデジタル金魚が浮いてる感じになりました。で、もうちょっとね、よりリアルにしていくために、一応最終的に2匹ぐらいにしたいんで、この X をちょっとずらして、で下にねちょっと映り込みを入れていきます。コントロール D でこのフィッシュを複製して、ショートカットキーの S でスケールを開いて、ここの鎖を外して、この Y の数値の先頭にマイナスを打ち込みます。そうするとこんな感じで逆さまになるんですけど、これをシフトキーを押しながらこの Y のところを選んでグーッとドラッグすると一気に下ろすことができるんで、だいたいこの反射させたいあたりで、なんですか、今からこれ机に映り込みを作っていくんですけど、作っていきます。で今回ちょっと距離が離れてるんで、このデバイスみたいに明確にこう光が出るっていうよりは、なんかこの辺にこうぼやっと光が出ればいいかなと思うんで、光の面積が多い、このボディあたりをちょっと使っていきますね。でこれを選んで、長方形ツールにして、なんかそれっぽいところを選んでマスクを切ります。でショートカットキーの M を2回 MM でマスクのオプションが出るんですけど、マスクの境界のぼかしを50ぐらいかな、50ぐらい入れて、でちょっとマスクをちょっと削りますね。こんなもんかな。でここに高速ボックスブラを入れます。これね、高速ボックスブラ、これを入れます。でブラの半径をどんぐらいかな、6ぐらい入れておいて、でよいしょ、ここに
タービュレントディスプレイスを適用します。タービュレントディスプレイス、これですね。そんでサイズをこれを水平方向にして、なんかこの机の歪みがちょっと出てるじゃないですか。この感じをちょっと出していきます。こんな感じかな。2と500ぐらいの感じで。で、さらにコントロール Y で平面を作ります。で、名前をノイズとしておきますね。で、ここにフラクタルノイズを適用します。フラクタル、これですね。フラクタルノイズ、これを適用します。そしてこのトランスフォームの縦横比を固定のチェックを外して、スケールの幅をグググッとでっかくして、スケールの高さを30ぐらいかな。で、スケールの幅が1000にしときますね。1000で、このノイズの方もこのヌル1をトラックに親子付けして 3D スイッチをオンにします。で R で回転を開いて Y の回転を Y じゃない X か X の回転を90かな、90にしてなんだ変なのを開いた90にして、この Y の位置をぐんと下ろし、だいたいなんか床面と接したあたりでスケールをシフトキーを押しながらグググググっと広げていきます。で、若干これ角度が合ってないんで、R で回転開いてちょっと Z の回転を入れて調整しつつ、実はこの木目みたいなのをちょっと作っていきたいんで、こんな感じかな、こんな感じにします。で、このさっきの反射で作ってたこのプリコンポジションのトラックマットのルミナンスキーマットを選択します。そうするとわかるかなこのノイズのところの白い部分だけを表示させるんで、こんな感じでですね、黒い部分が若干消えるんですね。で、そうするとこっちの反射の時みたいに木目に沿ってこう反射が消えるような表現をもうちょっと作りたくて、もうちょっとパキッと消したいんで、このノイズの方のコントラストを100からもうちょっと数値を上げていきます。グッと上げていくとこう消えるところが明確になってくるじゃないですか。で、これでこの乱気流のオフセットっていう数値があるんですけど、ここの Y の値を上げることによってこうノイズの位置関係が調整できるんで、なんかその木目に合ってそうな場所を選んでいきます。どの辺がそれっぽいかな、この辺かな。そうするとちょっとこう下の反射のクオリティが上がります。ちょっと削りすぎかな、あんまり出しすぎても好きじゃないんで、ちょっと影のその
形とかはこいつ自体が近かったらこう金魚の形がしっかり出てくると思うんですけど、今回遠いんでちょっとペンツールで形変えますね。ちょっと迷走してすみません。この金魚のお腹の影っぽくします。こんな感じかな。はい。で、この反射の方を T で不透明度を表示させて 70% ぐらいかな。こんなもんでいいでしょう。いいですね。こんな感じでちょっとこう下に反射する感じができました。はい。じゃあ張り切ってもう一匹合成しますね。このフィッシュホロの実体の方をコントロール D で複製して、一匹こっちにずらして Y もずらして、サイズもちょっとちっちゃくして、もうちょっとこいつ横にずらそうかよ。で下というか左にいるフィッシュの方を、左右反転させたいんで X の値を鎖を外してこの数値の一番手前にマイナスをつけるとくるっと反転します。でこっちはですねちょっとその最後こう沈んでいくようなアニメーションを作りたいんで、これ元々の素材がちょっと見てもらったら分かるんですけど、元々の素材がですねこんな感じで金魚がいて、最後にちょっと泳いで下にこう潜っていくんですよね。こんな感じでさーっと潜っていくんで、このアニメーションをちょっとね使っていきたいと思います。机の中にこう沈んでいくような感じ。ちょっとこいつだけ表示させます。こいつとこれか。でちょっとこの沈んでいくところを合わせたいんで、これでだいたいなんかこのくぼみあたりに沈んでいけばなんか可愛いかなと。こんな感じかな。はい。でこっちの金魚はすごい下の接地面と近いんではっきりとした反射が出ると思うんですよね。だからコントロール D で複製して、さっきみたいにスケールの X じゃない Y の値の手前にマイナスを打ち込んで縦を反転させ、よいしょ、後ろの方で見た方が分かりやすいかな。潜ってった時に綺麗に影が影というか反射が重なった方がぽいんで、こんな感じにしておきます。で同様に長方形ツールにしてこの反射の方をぐーっと選択して、こんな感じかな。これで MM で、マスクのそう開いてぼかしでちょっとこんな感じにしておきます。でこっちは距離が近いんでよりですねパキッと反射が表示されると思うんですよね。なので
高速ボックスブラーもそんなにかけずに、これですね、高速ボックスブラーも、これもしこのコンポジションがわかんねえってなったら、この上の3つを選択して、このラベルの色を黄色で、左のやつはなんかピンクとかにしとけば、こう一目でどれ選択してるかがわかるんで、こうやっとくのをおすすめします。で、反射の方のボケをちょっとだけ2ぐらいかな。2ぐらいにしますね。で、このノイズ、上で作った反射消し用のノイズをコントロール D で複製して、この左の方にも作れるんで、これですね。反射をアルファマットじゃない、ルミナンスキーマットで起用します。で、ちょっとあまりにも効きすぎてるんで、ちょっとコントラストとして、で、乱気流のオフセットで、もうちょっとスケールの高さ上げようかな。30ぐらいかな。で、スケールの幅をいいね。300ぐらいにしようかな。300ぐらいにして、明るさを10、スケールの高さを30、コントラストは250にします。乱気流のオフセットで、この下の木目になんかこう反射というか消え感が合うようにします。なんかこの辺が消えてればぽいんで、そうしておきます。で、上の反射のところからこのタービュレントディスプレイスをコントロール C で引っ張ってきて、下のこの反射の方にもコントロール D で適用します。で、これだとちょっと下の方が効きすぎてるんで、量をちょっと落として100ぐらいにします。で、不透明度、ショートカットキーの T で開いて、70% ぐらいかな。もうちょっとかな。50% ぐらいにしときます。やっぱりもうちょっと高速ボックスブラーで数値上げていいですか。これかな。で、合成モード加算にしたらどうなんだろう。スクリーンでいいか。はい。こんな感じにします。で、ちょっと背景の画像とかこのムービーを、色をちょっと締めたいんで、ルメトリカラーを適用して、クリエイティブじゃないや。カラーホイールじゃないや。トーンカーブで、ちょっと下の締めて、ちょっと金魚が目立つようにして、できればここの光ってる照明の色とこの辺の反射とね、この辺の金魚の色がぴったり合うともうちょっとなんかいい感じになるんで、どれだ、色相とかってないのかな。色相あった。この色相 VS 色相の、この青い部分をこう選択して、この青の部分だけの色相をこうやって
変えることができるんですよ、これ。で、これで金魚の色に近づけてあげると、なんかいい空間になりましたね。こんな感じの空間になりました。はい。これでちょっと一旦再生します。はい。これで再生すると、おー、かわいいですね。なんかいいですね。このくぼみにこう金魚が沈んでいく感じ。あと、やっぱりこの下のノイズが効いてるんで、いい消え感が出てますね。厳密に言うともうちょっとこのカメラに対しての Z 軸の感じを合わせた方がもっと綺麗なんですけど、今回はいいでしょうという感じで、今回はこの机の上をね、水族館のようにするホログラムの作り方を紹介しました。ちょっとこのね、金魚の素材が皆さんに配布できなかったんで、ちょっとそこだけが申し訳ないなという感じだったんですけど、このさっき作ったこの調整レイヤーのこの流れですね。この流れをコピペして別の動画にもピッて貼れば、もうこの感じに全部なるんで、もうこのテンプレートさえ持っておけば、他の素材にも適用できるんで、ぜひぜひね、この調整レイヤーセットをやってください。で、ちょっと今回こう別々にしたのは、動画によってはそれぞれの数値が別でいじった方がいい場合もあるんで、その場合はこの中からね、見て、例えばこのトライトーンの数値を赤とかにすると、赤い、こういうね、赤いホログラムを作ることができるんで、それぞれ自分がやりたいものに合わせてやっていただければいいんじゃないかなと思います。というわけで今回はこのね、金魚ホログラムの作り方を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。